皆さん、こんにちは。今回は、もみじの挿し木をしてみました。という、内容の薄いお話になります。挿し木関連の動画は他にも色々とアップされていますが、一番知りたいのは、挿し木をして、結果がどうだったか、ということだと思いますが、今回は、このような方法で挿し木をした、というだけの内容です。もちろん、挿し木をした結果がどうだったか、という内容の動画も8月か、9月頃にお届けする予定です。今回、挿し木をするもみじは比較的、挿し木が成功しやすいイロハモミジ系の園芸品種の、出生状と、カツラの2種類を使いました。もみじを鉢植えで育てていても、高さが1メートルくらいになると、葉が茂って、ある程度、剪定をしないと、風通しが悪くなり、うどんこ病になったりするので、剪定をしたかった、というのが本来の目的で、そのついでに、挿し木をしたという感じです。まず、挿し木で使う挿し穂の枝は、出生状は60本、カツラは25本、使いました。挿し穂は、それぞれ10センチくらいの長さに切って、葉っぱの数を半分くらいにしました。その挿し穂を1時間くらい水につけてから、土に挿しました。そして、挿し木に使う土は、バーミキュライトを使いました。挿し木、種まき用の用土でもよかったのですが、いろいろなタイプがあるので、今回はわかりやすくバーミキュライトにしてあります。使い回しの土よりも、このような無菌状態の土の方が挿し木は成功しやすいと思います。ただ、同じように挿し木をしても、面白くないので、5種類の方法で挿し木を行いました。画面の左から、オキシベロン。これは2倍希釈液を3秒間だけつけます。次に、ルートンこれは発根促進剤の粉で、挿し穂の先にまぶしてから土に挿します。次は、ハイフレッシュこれも粉です。挿し穂の切り口を保護する効果があるそうです。そして、蜂蜜です。20年くらい前の海外の書籍に、もみじの挿し木に使うと効果的だと書いてあったので、切り口にそのまま、蜂蜜を塗って挿します。一応、何もせずに土に挿したパターンも検証したいと思います。このように、わからなくならないように、ネームプレートと、仕切りをつけて、挿していきます。出生状と、カツラは、葉っぱの色で区別できるので、特に分けません。出生状は、それぞれ12本ずつ。カツラは、それぞれ5本ずつ挿します。使用したバーミキュライトの土は、保水性があるので、水は頻繁に与えなくても大丈夫だと思いますが、湿度を保つために、たまに葉っぱに水をかけてあげると良いような気がします。もみじの挿し木の重要なポイントの一つは、置く場所だと思います。挿してから1ヶ月くらいは、日陰に置きます。数ヶ月経過したら、また状況をお知らせします。最後に、去年、挿し木をした苗をご覧ください。出生状もみじは、24本挿し木して、1本だけ成功。普通の山もみじは8本挿し木して、2本成功しました。今回の動画は、以上です。ご視聴いただき、ありがとうございました。